イランの外務省のアッバス・ムサビ報道官は韓国が米国のイラン制裁に従い続けるのであれば、在イラン韓国大使をテヘランに呼び出し、国際法廷を通じて韓国を訴えると話しています。イランメディアによると、イラン外務省は韓国によってブロックされているイラン資産の凍結解除のために様々な努力をしているとしています。ローハニ大統領は、韓国が保有している石油代金を取り戻すために法的手続きを取るよう命令したと報道官は話しました。それとともに、米国のイランに対する制裁は一方的で違法だとし、ワシントンとソウルの従従関係が問題で、韓国はイランとの交渉に誠実に対応し、約束を守らなければならないとしています。韓国で凍結されているイランの資産は65億ドルから90億ドル、約7000億円から1兆円にも上るとされています。韓国の銀行がイランの資金開放を拒否しているだけでなく、一部の銀行がイランの口座の手数料や維持費を要求しているとも伝えられています。韓国メディアによると、石油化学企業が輸入したイラン産原油の輸出代金は約70億ドルだとしています。イランは米国の制裁によって主な外貨収入源である原油輸出ができなくなり、感染症の蔓延で原油価格の下落、貿易自体が困難で外貨不足が深刻な状況です。イランリアルの価値は今年に入って約半分となっていて、イラン政府は通貨単位の変更、すなわちデノミネーションを進めようとしています。こうした苦しい状況の中で、韓国を訴えることで世界に米国の制裁が違法であることを知らせようとしているものと見られています。韓国政府は米国の承認を受けて2010年から2つの国内銀行にイラン中央銀行が開設した口座を通じてウォンで支払っていました。しかし昨年9月に米国がイラン中央銀行を制裁対象としたため、韓国の銀行はこの口座の運用を停止した状態になっています。編集所官。これだけ米韓関係がうまくいっていなくても、イランから米国制裁に従属する韓国を見ると、米韓関係は従従関係であり、韓国は独立して意思を決定できないと見えるようです。そうか、従従関係ですか。横の関係性は見ていないということのようですね。制裁に関しては実際多くの国がそうであるわけですけれども、イランとしてはこれまで友好的に接してきただけあって、不満が大きいのでしょう。韓国は5月に人道的支援として感染症が収まらないイランに対して数十万ドル規模の支援物資を輸出したとされています。内容は検査キットや消毒液などということです。これは特例的に許可されたものということで、代金は凍結された口座から差し引いたということです。実質上一部を支払ったというわけですね。なので無償支援ではなかったということです。韓国とイランの歴史的な関係については、軍事政権時代から原油や天然ガスの重要な輸入元として交流があったようです。イランと北朝鮮は友好関係にあって、核やミサイル開発、兵器購入なども行われていたようですが、韓国政府は気にしていなかったようですね。イラン・イラク戦争の時には韓国も武器などを輸出していたようですし、家電や自動車などの輸出もあったようですから、貿易相手として良好な関係にあったようです。それが今回の制裁強化をきっかけにこのような険悪な状態に陥っているわけです。一方で日本は歴史的にはイランとは友好関係を築いてきました。今回の米国の核合意離脱についても日本は核合意維持を表明しています。制裁には同調していますが、ここが韓国との明確な違いです。昨年2019年は双方のトップがお互いの国を訪問して首脳会談を行っています。韓国より前の3月に医療物資の無償支援を行っていますね。とは言っても日本も米国の制裁のために昨年6月からは原油の輸入ができない状況です。制裁発動時期は韓国と同じなので、なぜ韓国だけ未払い金が残ってしまったのかは謎ですね。これはもう少し突っ込んで調べてみなければなりません。問題としては、韓国政府は何も打つ手がないということです。イランを説得することもできなければ、前回のように何かしらの物資で代金を相殺することもできません。この時もかなり揉めていました。そうしたところがイラン政府としては韓国が気に食わないのでしょう。他にもホルムズ海峡への実質上派兵や韓国企業の撤退などで反感を買っています。韓国としては北朝鮮と同じですね。支援したくてもできない状況です。韓国政府としてはどうせ米国に立てつくのなら、イランではなく北への支援をもっと行いたいところでしょう。なのでイランだけを支援するということはありえないと思われます。この際在韓米軍問題と絡めて南北問題や今回のイランとの関係を持ち出して、
米国の要求をぶっちぎって支援するというのも一つのやり方だとは思います。ただ、このシナリオはないですね。そうしたとしても、北朝鮮が手一杯で、イランまでことを広げて問題を複雑化させたくはないでしょうから。そこまでいけば米国からは完全にあちら側と見られかねません。現代の悪の数軸として米国が挙げているのが北朝鮮、イラン、そしてシリアですから。北朝鮮は事情が特殊としても、これでイランにまで手を差し伸べればあらぬ疑いを持たれることになるでしょう。逆にこれでイランに訴えられて、ひたすら耐えていれば米国から評価を受けることができるかもしれませんね。そうやってイラン関連でプラス評価を得て、その反面北朝鮮関連では強引にやらせてもらう。これが韓国政府の選択肢ではないかと思います。北朝鮮もそうした南側の米国や国連制裁の枠組みを超えた思い切った行動を期待していて、それを達成しなければ南北関係は動かないでしょう。現在の米朝関係やトランプ大統領の選挙戦の状況を見ても、米朝関係が好転するというのはないように私は思えます。北朝鮮問題を動かすのは韓国しかないということです。なので思い切った行動を期待しますね。ですのでイランの今回の行動はその足がかりに利用させてもらうというのが良いと思います。ひょっとしたら防衛分担金交渉の一つのアピールになるかな。それはあまり関係ないか。イランはイラン。はあ、親父ギャグですか？これが私ができる精一杯です。本当に小学生レベルですね。多分小学生はイランについて習っていないと思いますね。じゃあ中学生か。高校生じゃないですかね。いずれにせよ大の大人がその程度の知識レベルということで。私をいじめたらダメです。はいそうですね。期待してませんから大丈夫です。日本とイランは仲良しなんですか？まあそうですね。イランが日本に対して良い感情を抱いているようですね。どうして？それはイラン人に聞かないと。一説ではイランが英国の影響下にあった時代に、日本が英国の監視下をかいくぐって石油を輸入したことが一つのきっかけとされているようですね。いつ頃ですか？1953年だそうです。この事件は日照丸事件と呼ばれているようですね。戦後間もないですね。イギリスに怒られなかったんですか？国際訴訟になったようですが、世論の後押しもあって大事に至らなかったようです。それで友好的ということですか？なんだかトルコとの関係みたいですね。昔のことでいつまでも良い感情を抱くなんて。あとは米国に敗れたにもかかわらず、経済発展を成し遂げて米国の脅威にまで成長した姿に憧れを感じたという話もあります。ちょっとイメージが誇張されているような気が。そうですね。あとはイラン・イラク戦争中に放送された NHK の朝ドラおしんがイランで共感を呼んだとか。私朝ドラ全然知りません。あまちゃんはちょっとだけ見ましたけど。私もおしんは名前くらいしか知らないです。奉公に出された女の子の話らしいです。奉公？半ば身売りされてお金持ちの家で働くという旧時代の制度ですね。人身売買？人身売買に当たるのかな？少なくとも児童労働ですけど、当時の社会システムの一つでしょうかね。怖っ。今の価値観で見るとね、労働が過酷だった場合も多くあったようですけどね。まあそれは雇い主次第だったでしょうけど。イランの話は？そうだった。どこまで行ったっけ？日本と仲良し。全然進んでないですね。韓国との関係はもう修復不可能ですかね？不可能じゃないと思いますよ。韓国としても制裁に従わざるを得ないんで。でもイランはかなり怒っているようですね。そうするほかないんですよ。韓国の立場を理解してあげられる状況じゃないから。韓国もイランの立場を理解していられる状況じゃないんですね。そういうことです。韓国ドラマはイランでは流行らなかったんですか？イラン人じゃないし知らないよ。ほら、調べる。はい。2007年にチャングムの誓いが大ヒットして視聴率が 90% 超えたそうです。名前だけ知ってます。その後も何本かヒットしてるみたいですね。音楽はどうなんですか？ガールズグループはダメですね。卑猥扱いされるから、露出を減らしてヒジャブをしないと。ヒジャブってパククネ大統領がしてた方か無理？そう。あれをやって漢服を着て踊ればウケるかも。じゃあ絶望的ですね。いててて。リウマチですか？若いのに。違いますよ。筋肉痛です。あ、トレーニングまだやってるんだ。ずっとやってるしやめないですよ。
ムキムキになった？もう少しです。いつももう少しだけどなかなかならないね。この前は懸垂やりました。懸垂って鉄棒でグイってやる懸垂？そうです。やりましたって言っても一回もできてないですけどね。やってないじゃん。足を持ってもらって4回くらいやりました。4回もできたの？いえ、持ち上げてもらって肘を曲げただけ。できていないです。でも4回です。ただ最後は自力で降りましたよ。ぶら下がったってこと？そうです。逆懸垂。逆懸垂とは言わないでしょ、きっと。なので今日は背中を中心に痛いんですよ。そのうち自力でできるようになるんですかね。それは私が聞きたいです。とにかく筋肉ムキムキになってかっこよくなりたいんですよ。頑張れ。完全に他人事ですね。他人事だし。でもゆるりん姿勢いいよね。今いい姿勢を目指しているんです。私は常に気をつけてるから。私も気をつけてます。やっぱり見た目がかっこよくないと。たまにへそ出しで立ってるよね。こんな感じで。それは気が抜けただけです。2秒くらいでしょ？言われるまで延々とだよ。それでも若い割には姿勢いい方だよね。今の若い子ひどいから。美意識ですよ。美意識。とにかくかっこよくなりたいんです。中身も磨いた方がいいんじゃない？人は見た目が9割です。知ってる？それ第一印象の話だから。